フリーハグから何か思い出に残ってる出会いっていうのはありましたか？フリーハグの思い出っていうのは実はもうすごいいろんな人とですよね。会ってきたんですね。フリーハグを通してもう会う人すごくいろんな人と会えたんだけど、一つのび太くんが俺の中ではかなり面白い出会いだったなと思って。のび太くんと初めて会ったのって去年の12月ぐらい、クリスマスでもう1年前ぐらい、ちょうど1年前すげえ寒かった時期で、冬、今のほんと今ぐらいで外に立ってるの寒いの。靴下2枚履いてスパッツ履いてパンツ履いて、でもう中になんかいっぱい着込んで、でやってて、立ってて人が来ない15分とかあって、寒いなと思いながら、でその時ふわっと来て、で俺誰だか誰だか分かんないじゃんその時。来てくれた一人だと思って、で話して、でそこから何回か会うようになって、でそうのび太くんと話すようになって、面白かったのが、のび太くんその時 YouTuber としてちょっと形にしたい、もっと実績を積みたいっていうか、その時悩んでたのがサブスクライバーが500人台で、そこから伸び悩んでて、何をしたらサブスクライバーがもっと上がるのかっていうところで悩んでて、それを聞いた時に自分も YouTube は何年か前からやってたから、ああ気持ち分かるなと。でも自分はビデオ作ってなかったし、だからそんなアドバイスはそんなあんまりできるっていうか、あんまそんなアドバイスをねする感じではなかったんだけど、でも気持ち分かるなと思って、でものび太くんが教えてくれたサイトを家に帰って調べてみたら、ブログだとかその作ってきた動画っていうのが丁寧だったから、すごく丁寧だったから、誤字脱字はちょっと結構あったんだけど、でもかなりいっぱい作り込んでたから、俺これもし彼がこれを継続するならば形になる日が来るなと思ったの。どこかで当たんだと思ったの。俺それ見えてたの。だから要はそこまでのび太くんが挑戦し続けられるかだと思ってたの。心が折れてやめちゃうのか、それでも当たるまでやっていくのか。当たるとそれって一つ自信になるから、もう一回チャレンジしようってなれるじゃない。でどんどん上へってチャレンジできていくじゃない。だから俺今こうやって2人で話してて、今要はサブスクライバー3万6千人ぐらいいったよね。あれからでも1年なわけ。1年で500人から3万6千人に増やしたわけじゃない。びっくりですね。でも何個動画作ったの？もう50、80ぐらいは1年で80個インタビューの動画作ったでしょ。それがすごくて大変でしたね。ほとんどそれに時間とさ、自分の努力投資してたでしょ。もうほとんどだから寝る時間ないです。平日それでしょ。だって企画して自分で自分で撮りに行って、自分でアポ取って、で帰って編集して、で英語つけての一連の流れでしょ。大変ですね。3分動画でもすげえ大変なの。大変じゃん。で結局さ、何人か撮んないとやっぱ説得力出ないし、でみんながみんなその OK ってインタビュー OK とはなんないから、見る方はなんで5人かっていうけど、実際聞いてるのは20人だったりするわけじゃん。もっとです。もっとか。一つの動画作るのに50人以上聞いてます。大変ですね。だから俺なんかそういうのを自分もインタビュービデオ実は作ってて、外国人の女性に日本人のダンスどう思いますかって10個作ったの、っていうそこでやめちゃったんだけど、1回止めちゃったんだけど、でもそういうのをやったことあったから、あれ大変だったなと思って、やっぱり英語の字幕英語つけるのにもさ、やっぱりちゃんと作っとかないと、それで勉強してる人いるから。そうですね。そうそれ覚えちゃうじゃん。だからでも俺ネイティブじゃないから、自分で作った後ネイティブの人に見てもらったりとか、じゃあ誰に頼むのってなってくるじゃん。ネイティブの人誰って、学校の先生なの、英会話の先生の友達のネイティブの人なのとかね、そういうなんかいろんなやっぱりいろんなものが必要になってくるからだからそうのび太くんはなんか俺嬉しくてだからのび太くんのビデオの中で結構紹介してもらったんだけど、もうノリノリじゃない。結構多分遡ってもノリノリだと思うんだよね。そういう過程があります。そうですね。僕もすごい印象に残る出会いだなと思ってありがとうございます。